皆さんこんにちは、立花さゆりです。安定した人生を送りたい、そう思う人多いですよね。でも実は安定だけを選び続ける人は人生が不安定になってしまうことがあります。どういうことと思った方はぜひ最後まで見てください。今日は本当の安定を手に入れるための必要な考え方をお話しします。そしてこの動画がいいねと思った方、役に立つなと思った方はぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ではまず1つ目です。人は本能的に変化を避けます。私たちの脳は変化よりも自分の慣れた環境を好みます。同じ仕事、同じ人間関係、同じ毎日、同じ顔ぶれ、その方が脳は安心するんです。でもその安心感が一番ダメなんです。あなたの成長を一番止めてしまいます。はい、では2つ目です。時代はあなたを待ってくれません。 AI がだんだん発達していって、仕事のやり方も認められるスキルも数年前と比べて大きく変わりました。昔は一つの会社で定年まで働く、それが安定でした。では今どうでしょうか。会社がなくなることもあるし、職業そのものがなくなることもあります。つまりですよ、変わらないことの方がリスクになっている時代なんです。では3つ目です。成長しない人ほど将来の選択肢が減っていきます。例えば新しいことを学ばない、挑戦しない、経験を増やさない。そうすると気づいた時には今更転職できない、他にできることがない、今の環境に何とかしがみつくしかない、こんな状態になってしまいます。でも少しずつ挑戦していれば経験も人脈も知識も知恵も増えていくので、将来の選択肢は必ず広がっていきます。では本当の安定とは何でしょうか。私は変化できる力を持つことだと思ってます。ここで皆さんに思い出していただきたいのが適者生存っていう言葉です。これは強いものが生き残るっていう意味ではないです。環境の変化に適応できたものが生き残るっていう意味です。なので今の時代に本当に安定している人とは変化を恐れず、新しいことを学んで、そして自分をアップデートしていく人だと思ってます。なので今日からできることがあります。例えば毎月一つ新しいことにチャレンジしてみたり、資格の勉強をしてみたり、本を一冊でもいいので読んでみたり、あと行ったことのないところに行ってみたりと、ぜひ新しいことにチャレンジしてみてください。はい、ではここで皆さんに質問です。皆さん最近新しく始められたことありますか？あったらぜひコメント欄で教えてください。はい、では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ、はい、私今までいくつかの授業をやってきました。である程度軌道に乗ったら手放してきました。で大阪から東京に思い切って引っ越しもしました。で引っ越ししてきて間もない時に大阪の友達が東京に仕事で来てたんです。で一緒にランチしたんですよ。でランチしててその時に言われたのが、次の授業やるにしろさ、普通は地元とかでやるやろって半分ちょっと怒りながら言われたんですよ。で多分寂しかったんだと思うんですよ。でその時に私が言ったのが、いやもう環境を変えたかったからなのって言ったんです。でももう一つ大きな理由があって、それが何かって言ったら、私人生も仕事も一つのゲームだと思ってるんです。もしずっと同じ場所にいて、ずっと同じ人と会って、ずっと同じことの繰り返しをやって、それって楽しいですか？楽しくないですよね。これをゲームで例えるなら、毎回同じ最初のステージから始めて、同じ敵を倒して、ラストボスも一緒。これを何十年も繰り返してるみたいなもんじゃないですか。私はちょっと物足りないです。その代わりに新しいステージに進めば、新しい人と出会って仲間が増える、新しい景色が見える、新しい自分に出会える、
もちろん不安はあります。でもその不安の先には必ず成長があると思ってます。だから私はこれからも変化を選び続けたいと思ってます。皆さんもぜひ小さな一歩でいいので新しいステージへ進んでみてください。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。